ご視聴いただきありがとうございます。アズパンです。今回のテーマは会社員の腕時計資金についてです。振り返ってみるとポイントは3つです。自宅の購入、株式投資、生活改善です。会社員にとっては3つとも簡単でリスクが低いです。投資の話が含まれているので抵抗感がある方はここでやめていただく方がいいかもしれません。一応抵抗感がある方でも伝わりやすいように腕時計を例にしています。自宅についてですが、持ち家か賃貸かの議論がたびたびありますが、振り返ってみるとアズパンは持ち家で良かったです。時計マッチで時計を借りるよりも正規店で腕時計買いたいですよね。とはいえ、家の購入で損をすると感じている方が多いのではないかと思います。その感覚は私も同じでした。でも、時計業界のロレックスと同様、不動産業界にも人気で買えない家が存在します。そういう不動産は10年経っても購入金額が下がらないことが多いんです。場合によっては値上がりすることもあります。この事実を教えてくれる人は私の周りにはあまりいませんでした。もちろんリスクがあり簡単には進められませんが、知っておいて損はありません。事実、私は普通に約10年間暮らしたマンションを売却し、購入金額より高い値段で売却することができました。ローンを組むので利子に不安もありました。当時約3000万円で家を購入しましたが、金利が約 1% だったので年間30万円の利子がかかってしまいました。でもこの利子も会社員であれば簡単な手続きで返ってくる仕組みになっています。12月にある年末調整で会社がしてくれるんです。個人事業主は確定申告をしなければなりません。ここが会社員がお得な部分です。税理士に頼んで間違いがないようにする手間もありません。だからみんな気にしていないのですが、給料明細を見てもらうとたくさんの天引き項目があります。一度見てみてください。この控除されている部分を取り返せる方法が住宅ローン控除です。簡単に言えば、住宅を3000万円で購入したら、当時は毎年所得税が約30万円返ってくる仕組みでした。所得税を30万円も払っていない人もいると思いますが、大丈夫です。住民税からも引いてくれます。当時は 1% でしたが、今は 0.7% なので21万円ぐらいになると思います。長期間にはなりますが、家の購入によって売却益がなくても住宅ローン控除で約300万円の資金を貯めることができました。念のため注意をしておきますが、不動産投資とは全然金利が違います。不動産投資を推奨しているわけではないのでご注意ください。次に株式投資についてですが、実はこれが私の本業に近い部分でもあります。株式について説明し始めると10分では難しいので分かりやすく伝えます。毎年 10% 値上げする時計ブランドと最新モデルがいつも据え置き価格で買える時計ブランド、どちらの時計を急いで購入したいでしょうか。ロレックスのことを知っている人は感覚的に前者を選ぶと思います。さらに説明を加えると、待てばより高性能な時計が同じ価格で買えるのであれば急いで買いたいと思う人は少ないはずです。イメージ的には 10% の値上げをする時計ブランドが株式投資で、据え置き価格で買える時計ブランドが銀行預金です。ずっと同じ価格で買えることに心理的な安心感はあるのですが、お金をどこに置いておくかは考えた方がいいと思います。株式投資が難しいのは時計ブランドとは違って、日本には約4000社の投資できる会社があることです。世界の流れによってトレンドも変化します。車で言えばガソリン、ハイブリッド、EV、水素と時代によって変わっていってます。時計でいうところのクォーツショックが数年単位で起こっているような感じです。一社一社勉強するのは難しいので専門家に任せようというのが積立 NISA です。雑な言い方になりますが、時計ブランドも全体的に値段が上がっていると思います。同様に世界の経済も基本的には上がっていく仕組みになっています。日本だけが下がっていったので私たちに実感はないのですが、世界中は基本的に賃金も物価も上がっています。ということで、私は貯金を銀行預金にするだけでなく株式投資にも振り分けています。先ほどの300万円ですが、利回り 4% の株式に NISA で投資をしていれば年間12万円の配当をもらうこともできます。生活改善については少し耳の痛い話になるかもしれません。私はアプリ課金やゲームセンターでお金をよく使っていました。ちょっと特殊かもしれないのですが、
頭を休めるために機械的に作業をする時間を必要としていたので、必要経費と考えていました。一つの例にはなるのですが、毎月意外なところでお金を使ってるんですよね。私はお酒を飲まないし、タバコも吸わないので、それぐらいいいかと思っていたんですが、仮に月1万円の無駄遣いをしていたら、年間12万円に貯まります。時計購入の資金としては少ないかもしれないんですが、先ほどの投資で考えると面白いことが起きます。年間12万円貯まるということは、300万円投資していることと同じなんです。節約ばかりの人生は楽しくないですが、自分の好きなことのためにと思うと頑張れます。習慣を変えることは難しいのですが、ゲームの時間をウォーキングに変えたら体重も減り、お金も貯まるようになりました。ウォーキングだけだと暇だという方は Amazon プライムや Spotify を聞きながらすると楽しいですよ。それぞれの詳細を動画にするとシリーズになってしまうのですが、時計好きの皆さんが聞いて面白いかがわからなかったので、ざっくり私の時計式について話をしました。もう少し聞きたいという方が多ければ、時計を例にして分かりやすく説明しようと思います。誤解がないように話をしておきますが、私は時計の購入が目的なので、時計で稼ごうとは思っていません。